え有限会社 iTech インターナショナルシニアコンサルタントの出島和弘でございます。今回は MT システムシリーズ5の解説動画を始めさせていただきます。今回の内容は標準化5圧法でございます。シリーズ4で単位空間と信号データを紹介いたしました。ここでは信号データが異常かどうかというものを距離を計算して判断をいたします。しかしながらここで実は問題点が2つございます。シリーズ4でご紹介した距離というものは測定単位が変わると値が変化してしまいます。シリーズ4では気温のデータを用いましたが、例えば温度に関して摂氏ではなく可視を使う、あるいは絶対温度を使うというような単位を変更いたしますと値が変わってしまいます。もう一つの問題は項目数が変化した場合に値がやはり変わってしまいます。シリーズ4では12ヶ月のデータ、12項目のデータを用いましたが、例えば偶数月データだけに間引いて計算を行いますと、パターンの傾向は変わりませんけども、距離の値は変わってしまうということが発生いたします。このような問題の解決策を考えてみます。問題点1に関しまして、シリーズ2でご紹介した標準化という考え方を活用いたします。これは各項目ごとに単位空間の平均標準偏差を計算し、各月ごとにデータの標準化を行った上で距離計算をするという方法でございます。その効果として、まず単位の違いによる距離値の変化を防止することができます。次に標準化を行いますと平均が0になり計算が容易になるということがございます。問題点2に対して事情和した値を項目数で割るということを行います。その効果は項目が変化しても値が変化しないということになります。式で書きますとこのように事情和を計算した全体の値を項目数で割ってさらにルートを取ると。このような処理を行います。それではシリーズ4の気温データにおける計算例をご紹介いたします。各月ごとに単位空間の平均値標準偏差により標準化を行います。右の表を見ていただきますと、例えば1月のデータを取り上げますと、2011年から2020年までのこの10個のメンバーに対してその平均は 5.68、 標準偏差は 0.72 という値になります。この2つの数字を用いて標準化を行いますと、1月と書いた行の右側の列の値を売ることができます。1880年の1月のデータに対しても同様に標準化の処理を行います。次に2月のデータを考えます。2月のデータに関しても10年間の平均と標準偏差を計算することができます。このデータを用いて標準化を行いますと、2月のデータの右側の列の値を売ることができます。1880年の2月のデータに対しても単位空間の2月で計算した平均と標準偏差を用いて標準化を行うことができます。はい、でこのようにして変換したデータを用いて、あとこれを事乗して加算します。さらに項目数で12で割ってルートを取ります。このようにして計算する方法が MC システムにおける標準化5圧法でございます。これが標準化5圧法で計算した結果でございます。単位空間のメンバーの距離を見ますと 0.77 から 1.23 という値に分布しております。一方、1880年の気温の距離は 2.84 という値を売ることができます。かなり1880年の気温の距離は単位空間のメンバーに対して違っておるということがわかります。ここの違いを明確に判断するために式位置スレッシュホールドというものを決定いたします。これにはいくつかの方法があります。まず最初の方法としまして統計数理的な方法があります。
この場合、距離の事情に対してスレッシュホールドを定義いたします。一般的にはスレッシュホールドとして4という値を定義いたします。距離の事情が4よりも小さく4以下であればデータは正常。距離の事情が4を超えればデータは異常ということになります。1880年代のデータで D の事情を計算いたしますと 8.04 という値になって4に対してかなり大きく異常という判断をすることができます。次の方法は単位空間メンバーの D の事情の最大値あるいはまたはさらにこれにマージンを乗せた値をスレッシュホールド式値とする方法もあります。これは単位空間のメンバーが非常に多く分布を十分に反映しておると考えられるときに用いる方法でございます。3番目の方法は損失関数、これは田口メソッドで用いる手法でございますけれども、これを用いて決めるという方法がございます。これに関してはまた別動画を作成してご紹介したいと思います。それではこの式値スレッシュホールドの意味をちょっと考えたいと思います。例として項目数2のパターンを考えます。そうしますと距離の事情の計算値は、ここに示しますように標準化した2つの特性値の事情を加えたものになります。この式の形から分かりますように容易にその円の方程式と類似になるということが分かります。このことは標準化した項目値のプロットが半径 R の境界円の内側にある場合に正常とすると。で逆に外側にある場合にこれを異常とすると。そういったような判断になっているということが分かります。境界の形が円形をしているということが標準化語圧法の特徴でございます。標準化語圧法は使いやすい。または非常に広い応用範囲を持っているということがございます。MT システムの考え方の基本になっており、これをよく理解できる基本的なやり方ということが言えます。今回は MT システムの手法の一つである標準化語圧法をご紹介いたしました。今後の動画もまたご期待願います。これにて失礼いたします。